今日は天気がいいのでポルボーに行ってきます。今日のコーディネートはマリメッコのワンピースです。アーティストコラボのものですね。そこにピンクヌンクのスウェードバッグ合わせます。近くのカンピショッピングセンターからバスで1時間程度だそうです。バスはこちらのオンニバスというサイトから予約しました。ポルボーまで往復19ユーロぐらいです。こんな感じでチケットが送られてくるので、バス停に行ったらこのメールを見せればいいそうです。ポルボーに到着しました。行きのカンピショッピングセンター内のバス停が分からなくて、ショッピングセンター内を爆走したんですけど、無事バスに乗ることができて、ポルボーという町に着きました。フィンランドで2番目に古い町だそうで、なんかね、建物がねすごく可愛いしメルヘンな感じで、ヴィンテージショップとかあとはカフェとかがあるので、帰りのバスまで楽しんでいきたいと思います。ではポルボー散策スタートです。かわいいジブリの街みたい。黄色、緑、赤、いろんな色の壁のお家にお土産屋さんとか、あとはカフェがずらっと並んでます。あ、これ後で行きたいとこだ。有名なカフェ。最初にちょっとアンティークショップ行きたいと思います。かわいい。他のアンティークショップで見なかったようなもの結構いっぱいある。これはアラビアかな。このお花かわいい。18ユーロ。アラビアだ。かわいい。コテージで使ったやつに似てる。これありだな。深皿と小さなお皿。このティーポットもかわいい。76ユーロです。これ卵置きかな。ゆで卵置きだ。かわいい。アラビアとか行ったらのものとかはもちろん、そうじゃないヴィンテージのものもいっぱいありますね。結構和風っぽいやつとかイギリスっぽいやつとかいっぱいあります。こういうオレオのマグカップとかもある。かわいい。何これ珍しい。初めて見た。1995年から2005年のムーミンのミルクジャー。かわいい。これレコードも売ってます。あとムーミントロールの初期の置物もここいっぱい売ってる。小さいサイズも売ってます。98ユーロ。ムーミンショップで私とそして彼のお土産の T シャツ買っちゃいました。86ユーロです。Vaativan Runebergin todettu kahvia. Olisitko halunnut sellaista vai meneekö talokahvilla?カフェフェルミでお茶休憩です。このカフェ名物のルーネベリーケーキと、あとオリジナルのティー頼みました。中庭があっていい感じです。ちょっとのんびりしたいと思います。いただきます。美味しい。これ生地に何が入ってんだろう。なんかシャリシャリしたスパイスっぽいの感じると思ったら、これ生地の中に砕いたジンジャーブレッドクッキーが入ってるらしい。そっか、これクリスマスのお菓子だもんね。だからジンジャーブレッドクッキー入ってるんだ。ちょっと見た目もなんかろうそくみたいですよね。
上の方が赤くて美味しい。カフェヘルミで飲んだ紅茶が美味しかったので、その隣にあったティーギャラリーに寄って同じものを買おうとしたんだけど、このねポルポーブレンドが一番人気だよということで、香りを嗅いだらねマンゴー系のいい香りがしてとっても美味しそうだったので、こちらを買ってみました。 9.6 ユーロです。川の反対側から見るポルボーの旧市街がとっても素敵です。川沿いには赤い倉庫が並んでて、これがポルボーを象徴する、景色なんですけど、ポルボーはかつて貿易の町として栄えていて、この赤い倉庫はかつては香辛料とかワインを貯蔵するものだったらしいです。でこの倉庫が赤いのは18世紀にスウェーデン国王がこの地を治めていたということで、その国王に敬意を示して赤に塗られているそうだから、ちょっとフィンランドなんだけどフィンランドじゃないようなそんな景色ですね。とっても可愛くて素敵です。車で1時間でこんな可愛い街に来れるなんてすごく楽しいショートトリップです。ちょっと暑すぎてアイス休憩です。シチリアレモンのジェラート頼みました。あとオレンジジュースいただきます。バスの出発まであと30分ぐらい。ちょっと今日のポルポは暑すぎて外のベンチで休憩してます。なんか結構やっぱ小さい町で見るとこも限られてるから、ここに1時に着いて5時のバスなんですけど、それでも十分余ってますね。1時間ぐらい、3時間か4時間ぐらいで結構全部見て回れるんじゃないでしょうか。ヘルシンキからも近いから半日旅行に、ちょうどいいかなと思います。でもにしても暑い。天気は最高なんだけど。こんにちは。今日は7月24日木曜日です。ちょうど1週間後、7月31日にフィンランドから日本に帰ります。もう残り1週間になってしまいました。早かったような、長かったような、帰りたいような、帰りたくないようなみたいな、なんかすごく複雑な気持ちですが、ここから残りの1週間、余すことなくこのフィンランドでの生活を楽しんでいこうかなと思います。で、今日はちょっと遅く起きて朝とお昼を兼ねて卵おじやを作りました。このフィンランド1ヶ月の旅で卵おじやにめちゃめちゃ救われました。
ご飯を一気に炊いて冷凍しておいて、白だしあるので、それで卵おじや作って食べたんですけど、卵さえあればねすぐ作れるし、あとはなんかちょっと胃の調子が悪いなっていう時に体を整えてくれるので、卵おじやに助けられています。この卵おじや食べ終わったら、外に出て今日はロンナ島にあるサウナに行ってきます。少し前にスオメンリンナ島に遊びに行ったんですけど、スオメンリンナ島に行く間に小さな島があって、その島の一つがロンナ島っていうんですけど、ロンナ島は夏の期間しかオープンしない島だそうで、そこでは夏限定のサウナを体験しに行ってこようと思います。マーケットのところにあるフェリー乗り場からロンナ島に行くんですけど、そのフェリーに乗って島に行ってサウナを2時間予約してますので、サウナに入って、海に入ってまたサウナに入ってっていうのを楽しんでいきたいと思います。なので今日はサウナデーです。もう準備万端で髪も結んで、あとはさらっと着れるノースリーブとマリメッコのパンツ、もうサウナに入りに行くだけの、ゆるゆるスタイルで街に繰り出そうと思います。では食べたら外に出たいと思います。行ってきます。ロンナ島行きのフェリー乗り場はスオメンリンナ島のフェリー乗り場の隣、この小さな小屋が目印です。ここからロンナ島に行きます。10分ぐらいここから。ネットでチケットを予約しておきました。往復で9ユーロ、時刻表もネットで確認できて、私はこのマーケットスクエアからロンナ島、ここを目指します。フェリーに乗ってロンナ島に上陸しました。ここでこれからサウナ2時間体験していこうと思うんですけど、3時半から2時間の枠を予約しています。1枠ね12人しか入れないサウナで予約が必須なんですけど、1週間前ぐらいに予約を取ってやってきました。でこのロンナ島の中にはサウナの他にもカフェとか、あとはレストランとかあるらしいので、サウナ終わった後ちょっとカフェったりとかしたいなと思います。受付したらカゴとサウナマットと、あとはお水飲む用のグラスとロッカーキーもらいました。
サウナから帰ってきました。帰ってきてすぐにシャワー浴びようかなと思ったんですけど、ちょっとお腹空きすぎてて先にご飯にします。今日は鶏肉とズッキーニのレモンバターソテーにします。でちょっともうこれからお風呂入るからちょっといろいろボロボロですいません。いやー、ロンナ島のサウナ気持ちよかったですね。薪サウナでサウナ室が2つぐらいあって、男女共用だったんですけど、1枠2時間12人までの予約制のサウナなんですが、なんか12人以上いた気がする。なんか多分枠と枠がスイッチする時にまだこう残ってる人とか、ちょっと早く入ってきたみたいな人がちらほらいたので、思ったよりもなんか人多かった印象で、でもサウナは小さいので結構もう常にこうみちみちという感じだったんですけど、温度もそんな高くなく薪サウナなのでゆっくりじんわり体が温かくなるという感じで、長くね入ってられる、そんなサウナでした。サウナから出たらすぐ目の前が海なので、すぐにねその海に入りに行って泳ぐこともできたし、海沿いのテラスのところでまったり過ごすこともできて、ドリンクもねアルコールからソフトドリンクまで買うこともできて楽しかったですね。ちょっと小旅行がてらサウナをするっていうね、贅沢な一日を過ごしました。まあでもやっぱりなんだろう、サウナの楽しさを教えてもらったタンペレのラウハニエミがね、やっぱり今回のフィンランド旅ベストサウナというか、まあ2個ぐらいしか行ってないんだけど、公衆サウナは、あとコテージのプライベートサウナか。いや、やっぱタンペレの熱いサウナにガッと入って、もう無理ってなった時に海に入るっていう、あれがすっごくやっぱり気持ちよかったし楽しかったです。でなんかこの 1,2 週間がもう本当にすごく天気が良くて、毎日毎日晴れで、日差しもねすごく強かったのでね、結構焼けましたね。はい、結局ね全然日焼け止め塗ってなくて、塗らなきゃなとは思ったんですけど、なんかちょっと焼けて帰るのもこの1ヶ月の思い出かなみたいな感じで、あえてね塗らずに過ごしています。でここに来たのが4月の1日で、もう今24とかなんですけど、どんどんなんだろう、日が短くなっていくのを感じてて、もう7時半なんですけど、だんだんちょっともう日が陰ってきて、11時ぐらいになったらもう結構真っ暗に、ね、なってきます。はい、もう北欧の夏がねあっという間に終わってしまうんだなっていうのを実感しつつ、この短い夏をねフィンランドのみんなが楽しんでるのを見てるとすごく嬉しくなって、自分もこんがり焼けたという感じです。もうねここまで来ると結構この辺の道はね全部覚えれるようになって、マップなしで出かけたり、あとはもうどんどん服装がカジュアルになってきて、メイクとかもどうでもよくなってきて今日もこんな、なんだろう、テロテロのノースリに下もテロテロのズボンなんですけど、もうなんか一番これが生活しやすくて、暑い北欧の夏にぴったりでね、こういう服ばっかり着てて、結構おしゃれ着みたいなの持ってきたんですけど、あんまり着ずに終わりそうですね。はい、でここから残りの1週間は、どっかでねヌークシオ公園に行ってブルーベリーをね摘みに行きたいなと思ってるんですけど、あとはこの1ヶ月間で行った場所でお気に入りの場所みたいなやつをもう一回再訪して、行き納め食べ納めみたいなしたいと思います。特に食べ納めかな。この1ヶ月で特に美味しくて感動した場所にもう一回行って同じものを食べるっていうのをやって、もう満足して帰りたいなっていう感じですね。もう本当にもう帰っちゃうんだなと思うと寂しくなります。1ヶ月フィンランドにいたら結構やっぱ飽きちゃうのかなとか思ったけど、全然飽きず、なんならどんどんフィンランドのことが好きになって帰りそうな感じで、私本当にこの場所が好きなんだなってより実感しました。でも今食べたいのはお蕎麦ですやっぱ日本も恋しい日本食、美味しい日本食が食べたい。よし、準備できた。ご飯作ってきます。
今日のコーディネート。今日も暑いのでカンピショッピングセンター内のアンドストーリーズというお店で買ったノースリーブ、ハイネック気味でサイドのところのギャザーが可愛い大人っぽいノースリーブと、下はデニム、そしてバッグはヒンクヌンクのスウェードバッグです。このバッグ大活躍。やっぱ肩掛けもできて斜め掛けもできるこのぐらいの大きさのバッグって街歩きに最適です。今日はこの辺をプラプラして帰ってこようと思います。行ってきます。美味しい抹茶ラテ。ムーミンショップにお土産探しに来ました。これかわいい、このノルディックバディーズのこのムーミンのキャップ、これ欲しいな。29ユーロです。80周年のグッズもかわいい。緑とピンクなんだね、配色が。鉛筆、コーヒー豆も売ってます。もちろんムーミンマグもたくさん。こういうカラフェとかグラスもあります。このミトンかわいいね。かわいい。80周年のムーミン缶、中にクッキー入ってます。これめっちゃかわいい。このブレスレットとかキーホルダーチェーンにこの小さなチャームをつけれるっていう感じなんですね。1個4ユーロ。フィンランド国旗とかある。スニフもいる。かわいい。もう全部つながってるやつも売ってます。3個セットのもある。一旦アパートに帰って夜ご飯を作って食べて、今7時なんですけど、ちょっとデザートが食べたくなったのでエスプラナーデ通りの方のファッツェルカフェに行って、私のお気に入りのパッションケーキを食べながら、今日の日記を書きたいと思います。いきます。本当にこれ美味しい。このパッションケーキ、この甘酸っぱさとさ、下のココアの生地のバランスが最高なんですよね。本当美味しい。今日ムーミンショップで買ったもの紹介、エスプラナーディ通りにあるムーミンショップで購入したものです。まずはこちら、トートバッグ買いました。またトートバッグ買って、何個トートバッグ買えば気が済むのっていう感じなんですけど、これはなんとムーミンの絵柄ではなくてトーベ・ヤンソンの
短編集の表紙のトートバッグなんですね。ちょっとマイナーで可愛すぎないと思って、なんだっけな、少女ソフィアの夏だったかな。でそういうトーベ・ヤンソンの短編集の表紙ですね。はい、このムーミンじゃないやつが逆に可愛いと思って買いました。あとはこちらキャップ買っちゃいました。私ね、このノルディックバディーズっていうブランド大好きなんですよ。ちょっとなんかね、ストリートっぽい感じの雰囲気で、ムーミンのこのイラストをキャップとか靴下とか T シャツとかそういうアパレルで展開してるブランドなんですけど、そのムーミン by ノルディックバディーズのノベルズコレクション、ムーミン谷の彗星をテーマにしたコレクションですね。はい、かわいい、このイラストのタッチがめちゃめちゃ可愛いです。刺繍になってます。あとちょっとこのかすれてる感じのグレー、ヴィンテージっぽい感じもとっても気に入ってます。私すっごいキャップかぶるので、日常的にどうでしょう。可愛くないですか？ムーミンの絵が入ってるけどストリートっぽいので、結構日常的にかぶれそうなキャップ。あとはこちらムーミンの小さなぬいぐるみ。これはね、友人のお子さんにお土産で渡そうと思ってるムーミンのぬいぐるみです。かわいい。しっかり重さもあってね、作りもしっかりしてるぬいぐるみです。あとはもう可愛すぎてちょっと興奮しちゃったものがあるんですけど、なんか今キーホルダーとか流行ってるじゃないですか。カバンにね、こういろいろみんなジャラジャラつけてると思うんですけど、多分その名残からかムーミンでもなんかこのキーホルダーがね、今年も絶対ね増えたなと思ってて、多分流行りに乗ってカスタムできるキーホルダーが売ったので買いました。まずこれただのこのキーホルダーの土台ですね。これが売ってて、そこに自分の好きな小さなチャームをつけていくってやつなんですけど、こういう感じですっごい小さいんですけど、スニフとか、あとはムービンショップって書いてある小さなチャームとか、これもものすごく小さいんですけど、フィンランドの国旗とかね、こういう感じで小さなチャームがいっぱい売ってて、それをこの土台につけていくってやつなんですけど、はい、こんな感じで自分でカスタムできるんですよ。めっちゃ可愛い。この自分の好きなキャラだけとか自分の好きなチャームだけを集めて作るキーホルダーってもうオンリーワンっていう感じで可愛いですよね。この小ささも可愛いし、ちょっと今キーホルダーね、こういうのいっぱい集めてるので、その一つに仲間入りさせようかなと思ってます。鍵とかつけたいの、ここに。はい、そんな感じで購入品紹介でした。今日は一日ゆるっとヘルシンキ周辺で過ごしました。明日はヌークシオ公園に行こうかなと思ってます。それではおやすみなさい。おはようございます。今日は7月26日の土曜日です。フィンランド1ヶ月一人旅最後の週末になりました。今日は本当は朝からヌークシオ公園に行ってトレッキングしようかなと思ったんですけど、明日までヘルシンキからヌークシオ公園行くまでの途中駅エスポーの電車が路線が工事中ということで、それで迂回ルートをバスで行くらしくって、それで行くと本当は1時間で行けるところを2時間でヌークシオ公園に行かなきゃいけないみたいで、移動に時間かかるなと思いまして、今日はヌークシオ国立公園に行かず、土曜日なので気になってたオットリバリ公園っていうのかな、ちょっと遠いところにあるんですけど、この公園で今日フリーマーケットやってるらしいという情報を得たので、そこに見に行きつつ、他もちょこちょこセカンドハンドショップを回っていきたいと思います。なぜならアラビアの花柄のプレート、ヴィンテージのプレートが欲しいからです。はい、それをちょっと探しに出かけたいなと思います。で、今日のコーディネートはホルボーのムーミンショップに寄った時に見つけたムーミンティーです。ムーミンってここにね入ってるノルディックバディーズのビッグティーです。はい、この裾のところにちょっとニョロニョロがいたりして、あとはもう何も書かれてないシンプルな T シャツ。めっちゃストリート感あっていいですよね。メンズっぽいやつが大好きなので買いました。これ一番小さい S サイズを選択して、さらに乾燥機かけてちょっとちっちゃくしてきてます。はい、で下は黒デニム、そこにこちら昨日買ったムーミンの帽子かぶってます。でここに
ヒンクヌンクのトートバッグを持って今日は出かけたいと思います。でそういえばね、ポルボーのそのムーミンショップでうちの彼のお土産も実は買ってて、彼は基本お土産何もいらない人なんですけど、これ可愛いなと思って買っちゃいました。こちらムーミンの T シャツで、所長さんとかムーミンパパがなんかお酒飲みながらトランプとかしてる T シャツなんですけど、可愛くないですかこれ。これまあ外でね着てもらわなくても部屋着でも可愛いなと思ってこちらの T シャツをお土産に買いました。いやだから本当は今日はねヌークシオ公園に行きたかったんですけど、結構ねやっぱフィンランドは電車のね路線がね結構工事で運休してるっていうことが多くて、天気なのが今週末までなんですよ。なので、もしかしたら来週の天気次第ではヌークシオはちょっと行けないかもしれないですね。行きたかったんですけど、夏のフィンランドといえばヌークシオ国立公園でベリー摘みみたいなのをねよく聞いてたので、ベリー摘みしたかったんですけど、臨機応変に予定を変えて最後の数日間過ごしていければいいなと思います。はい、それではアラビアの花柄プレート探しの旅に行ってきます。今日の朝ごはんです。パッツェルカフェのテラス席でこちらピスタチオツイストとあと青リンゴとレモンのジュース飲みます。土日はね結構カフェお休みのところが多いので、パッツェルとかあとはロバーツコーヒーとかそういうチェーンのところで朝ごはんを食べることが多いです。であとこのパッツェルカフェのピスタチオツイストが大好きすぎて、なんかこの旅でシナモンロールをたくさん食べ比べようかなって思ったんですけど、このピスタチオツイストに出会ってからはもうシナモンロールの旅いいかなと思ってこればっかり食べてます。この中のこのピスタチオのねなんかジャムっていうのかな、ソースみたいなのがパンの中にたくさん入っててめちゃくちゃ美味しいんですよ。これ本当大好き。中にたくさんピスタチオが入ってて本当美味しいんですよ。ピスタチオとカルダモンパウダーの相性が良すぎる。これ本当に美味しいからぜひパッツェルカフェ来たらシナモンロールもいいけどこのピスタチオツイスト食べてみてください。でこのパッツェルカフェは有名なエクベリっていうカフェの手前にあるので、大体の人がエクベリに行くからこのカフェ穴場でめっちゃ空いてるんですよ。そこも好き。これめちゃくちゃゆっくりできるんだよね。フリーマーケットがやっている公園の最寄り駅に着きました。ここから徒歩2分みたいです。行ってみます。この公園っぽいんですけど全然やってないフリーマーケット。なんかこれから店が増えてきそうな予感はしますけど、今一つしかなんかフリマっぽいブースないですね。あれで今日11時から4時までやってるってインスタでね見たんだけど、これから増えそうだけどそれを待ってる時間は惜しいので、ここがねイッタラとアラビアデザインセンターの近くなのでちょっとそっちの方に行って、ヴィンテージ品を探しに行きたいなと思います。残念でした。トラムで40分もかけてここ来たのに、そういうこともあるよねということで切り替えて移動します。着きました。ここに来るの初めてフィンランドに行った時以来ですね。3、4年ぶり。さっきのねフリマがやっているはずだった場所から近かったのでバスに乗ってきました。ちょっとヴィンテージのアイテムが安くなってないかチェックしたいと思います。久しぶりに来たのでせっかくだから展示も見て帰ります。かわいい。この子供用のプレートかわいい。このハンドペイントって薄紫が焼いたらこの青になるんだ。素敵。今ちょっと陶芸やってるのでこういう色付けすごい参考になりますね。私が欲しい
カッツェルコラボのマグがある。かわいい。赤もあるんだ。これどこ探しても売ってないんですよね。ヴィンテージショップ。ここに来たらもう何でも揃うという感じで、定番のものから品揃えがねたくさんあります。私が前来た時は結構大幅なセールしてたんですけど、こういう正規品は特にセールとかはなく通常価格で売られてます。でも種類がちゃんと揃ってる。カラーとかがね、こういうティーマシリーズも日本と価格は変わらない。むしろ円安だから割高っていう感じですが、日本では廃盤になってるカラーとかも多分調べたらありそうな予感はします。この大きさのカップはフィンランドならでは。今アラビアデザインセンターからトラムで2駅行ったところの、結構大きめなセカンドハンドショップに向かってます。さっきアラビアのデザインセンターのヴィンテージコーナーもねチェックしたんだけど、可愛いのいっぱいあったんですが、ちょっと私の好みのものは見つからなかったので、セカンドハンドでも探していきたいと思います。すごいいっぱいある。かわいい。これアラビアかな。アラビアじゃん。16ユーロ。ちょっと傷あるけどかわいい。かわいい。1ユーロ。アラビアのこちらも 3.5 ユーロで売ってますね。この辺さっきはデザインセンターで見たけど、デザインセンターより安いかも。かわいい。このポット、こちらも16ユーロ。これ小さなカップ&ソーサーは 2.5 ユーロです。プレートは7ユーロぐらい。いったらのボール7ユーロです。かわいい。アラビアの壁掛けプレート10ユーロで売られてます。状態もすごく綺麗。マリメッコの缶7ユーロ。ちょっと中が汚れてる。それが気にならなかったら結構安いかも。はい、セカンドハンド見てきました。こういうのは巡り合わせなので特になんか買おうかなっていうものはなかったんですけど、アラビアとか行ったらのアイテムが結構安く売られてたので、アラビアデザインセンターに行った後寄ってみるのありかもしれないですね。お宝が探せそうなそんな感じの場所でした。では中心部に帰りたいと思います。日曜日、今日もフリーマーケット探索に行ってきます。今日もすっごい暑いからマリメッコのこちらキュプラ素材のロングワンピースですね。これがすごく涼しくて快適なんです。ここに先週かな、フリーマーケットで買ったフィンランド人のおばあちゃん手作りのトートバッグ持っていきます。
では行ってきます。いやもう本当3週間いて分かったんですけど、いやなんかもう本当日曜日って街に人全然いないんですよ。今もう12時前なんだけど、ぽつりぽつりしか人歩いてなくて、やっぱ日曜日はお店やってないとこも多いし、フィンランドの人たちはお家で過ごしたり森に行ったりするんでしょうね。なので日曜日とかに朝早くどこか遠出するときは、一人旅の人はお気をつけください。駅までの道に本当に誰も一っ子一人いないみたいな感じで、ちょっとね不安な思いすることがねあると思います。はい、あんまね人がいなさすぎるのも危ないですからね。なので週末はいつも私は昼過ぎとかに活動して、ある程度人が街に少しでも出てから活動して、はい、人がね全然いないところを歩くっていうのを避けるようにしてます。着いたはすごい人、見ていきましょう。一般の人が本当にいろいろ不要なものを出してるっていう感じのローカルなフリーマーケットです。服が多いかな。食器とかはあんまり見当たらない。でもちょこちょこストックマンコラボのお皿とか売ってます。いろいろ見て回ったらなんか取り出し物ゲットできそうな予感です。とにかくすっごい広くて人もいっぱいいます。いっぱい食器とか置いてある場所に来た。雑多に置かれてる感じが見てて楽しい。アラビア置いてますね。かわいい。この辺もアラビア。マリメッコのトートいっぱい売ってます。2個で20ユーロみたいな風に書いてある。とにかく広い。なんか屋台とかもあるし、ちょっとなんか偽物っぽいラブーみたいなのも売ってたりとか、あるマリメッコの洋服とかも売ってます。いっぱい。だいたい15ユーロぐらいかな。見て、屋台みんなご飯食べたりして楽しそう。これアラビアの子供用のやつじゃん。かわいい。なんとコテージで使ってたこのお皿も見つけました。1枚だけだけどちょっと汚れてるけど全然許容範囲。嬉しい。これ買って帰ろう。嬉しい。ゲット。しかも4ユーロだった。いやちょっといい買い物っていうか、本当に私の求めてるものを続けて見つけちゃってハッピー。本当に一般の人がね自由に出してるフリーマーケットなんですけど、真ん中の芝生エリアというよりかは道沿いでひっそりとやってるフィンランド人のおじいちゃんおばあちゃんのお店が狙い目です。そこだと結構アラビアとかの食器がねいい感じのやつが売ってて、私もそこでアラビアの花柄のお皿とシュガーボールとミルクジャーをゲットしました。ラッキー。バスで、マリメッコ本社のあるヘルットニエミにやってきました。実はこのヘルットニエミの駅地下でも今日日曜日フリーマーケットやってるっていう情報を得たので、そちら見に行ってみたいと思います。でその後にベイベーカリーっていうカフェが市内の方にあるんですけど、ヘルシンキのそのカフェの2号店がこのヘルットニエミの近くにできて、ウェイカフェっていうカフェがねできたらしいので、そのカフェに行ってちょっと休憩したいと思います。ヘルットニエミに来たらマリメッコ本社に行くっていうのが定番のルートだったんですけど、今回は全く違う場所に行ってみるっていうことでね楽しみです。なんか時間が余ったらマリメッコアウトレットを見に行ければなと思いますが、今回はフリーマーケットとウェイカフェを楽しみたいと思います。
でさっきフリーマーケットがあったエリア、あそこはなんかこの1ヶ月間旅してて治安がねあんまり良くないなと感じたエリアでしたね。あれ到着しました。場所はここのはずなんだけど、やってないですね。到着しましたってなってるんですけど、残念、やってなかった。情報はインスタグラムでなんかフィンランド語とか英語とかで調べて、でそれで検索かけて行ってるんですけど、だからねちょくちょくね多分私がね場所を間違ったりとかしてるのかもしれない。今回2個ぐらいやってないフリーマーケットがありました。でもさっきのねフリーマーケットで欲しいものを全部ゲットできたから、まあよしとしましょう。じゃあベイカフェに行こうかな。暑いからちょっと休憩したい。ベイカフェで休憩です。シナモンロールとあとオレンジジュース、テラスでいただきます。本当はねこのケーキが食べたくて来たんだけど、これは今日は売ってなかったです。でもとっても気持ちいい場所だからちょっとここで涼んでエネルギーチャージしたいと思います。めっちゃ小さめ、ねっとり系だ。美味しい。ヘルトニエミのフリーマーケットがやってなかったので今回の旅で行く予定はなかったのですが、マリメッコのアウトレットも近くだからチェックして帰ろうと思います。なんかいいのあればいいけど、もうだいたい欲しいものは手に入れてるからな。かわいいこのシャツ105ユーロ。あ、ヨカポイカの半袖めっちゃいいね。120ユーロです。サンプルセールになってるもん。パーカーいいな。冬物230ユーロです。かわいい。黄色だけどデニムに合わせたら合いそう。この撥水加工されたファブリックってテーブルクロスとかに使えてすごく便利なんですよね。これ55から 40% オフです。めちゃくちゃお買い得。ウニッコ柄は安くなってないけど、このシーズンの柄は安くなってます。あ、でもこのウニッコは安くなってる。 40% オフ。これはお買い得です。よいしょ、帰ってきました。今日は日曜日ということでいろんなところでねフリーマーケット、そして飲みの市がやっているので2カ所巡ろうと思って外に出て、1個はソルナイネンっていうところのフリーマーケット、そしてもう一つはヘルトニエミというところのフリーマーケットに行く予定だったんですけど、ヘルトニエミの方がなんか私がリサーチした場所ではやってなかったので、結局ソルナイネンのところのフリーマーケットしか行けなかったんですけど、そこでもうお目当てのものが手に入ったのでそちら紹介していきたいと思います。でなんかソルナイネンのフリーマーケットはもうすごく規模が大きくて、本当にたくさんの人が出店してて、でほとんどが、一般の方っていう感じで、本当に不用品、お洋服とか、あとはちょっとだけ食器とか、あとはなんか古いカメラとか、あとはレコードとかもあったし、あとはラブブっていう今流行ってる
ぬいぐるみがあるんだけど、なんかそれの多分偽物みたいなやつを売ってる人もいて、結構何でもありみたいな感じなフリーマーケットで、屋台もねちょこちょこあってすごく楽しかったし、なんか地域密着型っていう感じでローカルのフリーマーケットを体験できたという感じです。でそこでね一通りいろいろ見て回ったんですけど、ちょっとした公園みたいなところでそのフリーマーケットは繰り広げられてて、芝生の上にバーッとみんなレジャーシートを引いてたりとか、あとはテーブル置いて、でそこで物を売ってたんですけど、その芝生のところにあるメインのところというよりかは、道沿いのね本当に端っこの方でひっそりとお店を出しているフィンランド人のおじいちゃんおばあちゃんのお店がいくつかあって、そこにね本当に可愛いものがいっぱいあって、端っこの方まで行って隅々まで全部一つ一つお店見て回って本当に良かったなと思ったんですけど、まずそこでじゃん、アラビアのシュガーポットです。蓋付き、こういう感じで両方に取っ手がついてる、花柄のシュガーポット、裏の方にちょっと結構薄くなっちゃってるんですけどアラビアのロゴが入ってます。蓋にも小花柄が入っていてとっても可愛いです。状態もねすごく良くて欠けもなくとても可愛いシュガーポット、こちらとペアで購入したのがこちらミルクジャーっていうのかな、紅茶用のねミルク入れるやつです。これも同じシリーズの花柄のものですね。で後ろにアラビアのマーク入ってます。こちら購入しました。めっちゃ可愛い。どっちも15ユーロで2つで30ユーロです。いやどっちか1つにしようかなって思ったんですけど、もうこれやっぱペアで持ってた方が絶対可愛いよなと思って選びきれず両方買いました。シュガーポットとかミルクジャー持ってなかったので、私のお家のね一人お茶会のアイテムに追加させていただきたいと思います。これに似合うカップ&ソーサーがあれば最後買って帰りたいなって思います。ちっちゃいやつね、2脚ぐらい。帰るまでにファッサーニとか覗いてみて、もし似合うのがあったら買って帰りたいですね。であともう一つ、こちら本当に欲しかったものをソルナイネンのフリマで見つけることができました。じゃーん。こちらアラビアの少し深さのあるプレートなんですけれども、こちらは先週夏のコテージに泊まった時にこの食器がねコテージの食器棚にたくさんあったんですよ。でこれをね使って料理してて、すごくこのお皿が可愛くて使いやすいから、これに似た感じのやつを見つけたら買って帰ろうって思ってたら、まんま同じものを見つけました。これコテージで使ったお皿と全く一緒のお皿です。ちゃんと後ろにアラビアのロゴ入ってます。若干縁のところがね汚れちゃったりしてるんですけど、ひびもなく、とにかくこのね柄がもう本当にタイプすぎて、このメルヘンな感じ。コテージから帰ってきてずっとヴィンテージショップ何軒も回って、フリーマーケットも何個も回って、ずっとこれに近しいやつを探してたのに同じやつを見つけれて、もう本当に嬉しい。今日のソルナイネンのフリーマーケット行って本当に良かった。こちら1枚しか売ってなかったんですけど、1枚4ユーロで、フィンランド人のおばあちゃんが譲ってくれました。嬉しい。今回の旅のコテージでの思い出をそのままお家まで持って帰って、お家であの時のことを思い出しながら、ここにねサーモンスープとか入れて飲みたいじゃないですか。本当に嬉しいです。これ本当大事に持って帰りたいと思います。そういう感じでソルナイネンのフリーマーケットで見つけました。最高。これだからフリーマーケット巡りはやめられないですよね。こういうね探したものを自分の足で見つけられた喜びっていうのは、もう本当夏のフィンランド旅の楽しみの一つでもありますよね。本当に嬉しい。そんな感じでソルナイネンのフリーマーケットでは3つ食器を買って、でその後ヘルトニエミに行って、フリマがやってなかったのでマリメッコアウトレットに行って、正直アウトレットでセールになってるもので欲しいものはもうないというか、もう全部欲しいものは日本とかでも買って手に入れてるから、安くなってるとはいえ特に欲しいものはなかったんですが、こちら全然セールじゃないノーマルプライスでマリメッコのシンプルな T シャツをゲットしました。結構厚手のね生地で、袖の丈長めで、結構これ XXS で私のジャストサイズなんですけど、
当ててみても分かる通り結構ビッグ T です。ルーズめに着る T シャツですね。ちょっとストリートっぽくっていうか、こういうねゆるっと着れるシンプルな T シャツが欲しかったのでこちら買いました。ユニッコのワンポイント、こちらは刺繍になってます。なんだかんだこれすごく使えそうだなと思って買いました。で今日はこのままお風呂に入っちゃって、明日は天気を見つつヌーク塩公園にトレッキング行けたら行きたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。今日はヌーク塩国立公園に行きたいと思います。服は速乾性のあるトップスとトレッキング用のズボン、そして肌寒い時用に上着、帽子とコトパクシーのバックパックで、このリュックの中には水筒とか、あとはポケットティッシュとかタオルとか入れてて、一番大事な虫除けスプレー、フィンランドの森は蚊とマダニに気をつけろということなので虫除けスプレーも入れてます。オーガニックのもので地球に優しいやつです。それでは行ってきます。電車に乗り込みました。ヌーク塩国立公園近くのバス停はこちらです。このバス停に向かうんですけど、 HSL アプリでルートを調べて、こういう感じで電車に乗ってエスポーからバスに乗り換えて、そこからヌーク塩国立公園まで歩きます。エスポーまで25分。着きました。ヌーク塩国立公園付近のバス停です。バスを降りてこちらのハウカランピーという表札を左に入っていくと、ヌーク塩国立公園の方に行けるみたいです。ここから歩いてなんか2、30分かかるらしい。なんかとりあえず目の前の同じくヌーク塩国立公園に行きそうな人の後についていっています。なんかマップ見てもよくわかんないんだよね。でもなんとなくの道順で行けるらしいから、ちょっと行ってみたいと思います。ハウカランピの看板を見ながらたどれば行けるらしい。あったあった、右だね。やっぱいいわ。この2週間はすごく暑かったけど、やっぱりこの森の中に入ってくると一気に温度が下がって、5月の一番気持ちいい風もまだひんやりとしつつ、日差しはポカポカみたいな、そんなね体感です。とにかく風が気持ちいい。ヌーク塩国立公園行くまでの道のりがもうすでにハイキングなんですけどっていうぐらい自然豊かですね。あと15分ぐらいですね。もう結構しっかりここまでなかなかの運動量があります。ちょこちょここういう感じで看板があるので、これを探しながら脇道にそれず大きな道を道なりに行けば特に迷うことはなさそうです。とりあえず目の前にカップルがいて安心。本当に誰も歩いてないからとっても不安になる。こういう国立公園ってたくさんの人が毎日訪れて、こういう行くまでの道人がいっぱい歩いてるのかなと思いきや、全然そんなことなく私とあのカップルのみです。そしてずっと森の中進んでいきます。着いた。ハウカランピの駐車場、本当にここまで歩いて30分、まあまあの高低差を
歩き続け入り口にやってきました。なんか看板がね、トレッキングコースの入り口らしいということで見ていきたいと思います。ヌクシオ国立公園はたくさんハイキングコースがあるらしいんですけど、私はちょっと一人だから、一番安全に短くサクッとね回れるコース、こちら赤の、プリナンタトレッキングコースみたいな、このぐるっと一周1時間半くらいのを歩いていきたいと思います。ここからがスタートです。レッツゴー。よし、この赤いマーク、それがこういう感じで木についてるので、それをたどって 2.2 キロかな行きたいと思います。ヌークシオ国立公園はもうブルーベリーがなってるってネットで調べたら出てきたんだけど、どういうところにブルーベリーって生えてて見つけられるんだろう。前も夏にフィンランド来た時ブルーベリー探したけど、そもそも苗木がどこだか全然分かんなかったんだよな。すごく道は舗装されてて歩きやすい、静かだし暑くもなく、とりあえずねマダニに気をつけたいのでパンツを靴下にインしました。でこのね赤いマークをたどれば迷わないから安心。一人でこういうところ歩くのって怖いけど、なんかフィンランドだったら大丈夫だなって思っちゃいますね。ちょっとここが気持ちよすぎて、まだトレッキング全然始まってないけど朝ごはん食べちゃいます。うわやば、なんか染み出てる、下の方に入れてる。うわ最悪、ベタベタ。うわなんか8片ウェットティッシュ持ってきといて。うわパンを縦に入れちゃったのでこのラズベリーのやつが全部下に落っこちて、それがねリュックの中にしみ出ちゃった。気を取り直していただきます。うまっ、やっぱここのパン美味しい。カニンストンレイポスポモ、なんかこの湖、このショットってカモメ食堂にありましたっけ。なんかこの眺めすごい既視感あるんですけど、めちゃくちゃ綺麗な桟橋。やっぱりここの赤いコースはライトなトレッキングだからか、子供連れとか、あとはすごい軽装で回られてる方が多くて、人もねちょこちょこその辺にいるので安心感あります。一人で来ても危なくなさそうっていう、そんなコースです。どんどん人が歩いてくる。カフェとかあるんだ。あとトイレもあります。よし、ではここから2キロ楽しんでいきたいと思います。これブルーベリー？ブルーベリーっぽくないですか？これブルーベリーっぽいよね。違うのかな。ブルーベリーみたいな形なんだけどちっちゃい。こういう感じで生えてるんですね。本当に道端に生えてる。でもちっちゃくてなんか食べれそうな感じではない。いやー気持ちいい、最高です。程よく人とすれ違って、基本的には一人静かに木々が揺れる音と遠くから聞こえる巻き終わる音みたいなのだけ聞きながら、ただただ静かに歩いていきます。やっぱり来てよかった、気持ちがいい。森林浴だ。やばって、突然の急勾配
突然の急な坂。涼しいとはいえやっぱ汗かきます。よかった、やっぱりこの汗かいてもすぐ乾くウェア着てきて。とにかく暑い。すごい坂上がったな。めちゃくちゃ綺麗なところに着いた。綺麗。奥でみんなソーセージ焼いてます。We were catching the light from the window, looking up, you were driving slow. I can see through it all with my eyes closed. We were never meant to be alone. There was a part of me that couldn't let go. Needed remembering I'm not on my own. Ooh, I'll go where you go. Knocks on my window. Let's keep it simple. いや、ちょっとこの場所が最高すぎて、少し岩の上で寝っ転がりながらぼんやりしちゃいましたね。この景色を見るためだけにヌークシオ公園もう一回行きたいって思っちゃった。まだまだあるのかな。他にもこの赤のコースはね、湖沿いをぐるっと一周するコースなので、多分要所要所でまた湖見れるんじゃないかなと思います。あんまり一箇所でまったりしすぎると帰りの時間がどんどん遅くなっちゃうので、足を進めていきたいと思います。Knocks on my window. Let's keep it simple. I'll go where you go. You got the light. You got the light. これはブルーベリーの原種ビルベリーらしい。やっぱりビルベリーだって教えてもらった。いっぱいなってる。私も取ってみようかな。じゃあいくつか。うわ、いっぱいなってる。あちこちにビルベリー、ちっちゃいビルベリー。酸味がすごい。なんかトマト食べた時の感覚なんですけど、なんか青臭さがあって酸味がすごいです。いや、なんかすごい。こっちの人はビルベリー収穫機みたいな、こういうなんか熊手みたいなやつの先になんかちりとりみたいなのがくっついてるやつで、こうガッガッってビルベリーの木をね、こうすくい上げて、で一気に収穫してました。でそれをバケツに入れて持って帰ってた。でもなんか味見できてよかったです。野生のビルベリーを収穫して味見するっていう、夏のフィンランドらしいことをすることができました。ブルーベリーはこういう道端には生えてないのかな。今のところ出会うのはビルベリーばかりです。ここまで来ました。ハッカランピまであと400メートルぐらいなのかな。車の音が聞こえるので、もうすぐ一周するんじゃないかなと思います。何これ。これキツツキを倒したのかな。そうだったらすごい。これは来た道。来た道に帰ってきました。無事迷うことなく一周できました。ちょうどいい一周だったな。疲れすぎず、高低差もそこまでひどくなく、このルートね、すごく楽しかったです。で一番人気のルートはこの青のこのルートらしいんですけど、これは2時間半ぐらいかかっちゃうらしいんですよ。なので、私は今回このルートを散歩して湖も見れたし、あとこの辺でビルベリーを摘んで食べれたので大満足です。よし、ぼちぼちヘルシンキに帰ろうかな。
バス停に戻ってきました。あれが行きに来たバス停で、反対車線のこちらのバス停からバスに乗ってエスポまで帰ります。あと15分後ぐらいに来るかな、バス。これ座って待っとこう。疲れた。トレッキングコース赤のところはねスムーズに歩けたので、青の人気のコースも行こうかなって一瞬思ったんだけど、やっぱりそのトレッキングのコース行くまでに30分歩くんですよね。なので行き30分帰り30分で合計1時間歩くと考えると、赤とか青2コース回るともう行き帰りで1時間歩くって結構疲れるので、やっぱり赤コースだけで帰ってきてよかったです。帰りの歩き結構しんどかった。めっちゃ汗かきました。水分補給しつつバス待とうと思います。おはようございます。今日は7月の29日火曜日です。今は朝の10時です。もう残りあと2日になってしまいました。この1ヶ月フィンランド一人旅、今日と明日、そして明後日の夕方に日本に帰国します。なのでもう残り2日ということで、今日はですね、この1ヶ月で旅して美味しくて忘れられなくて、もう一回食べたいドーナツ、ムンキがタンペレにあるので、それをもう一度食べにタンペレに行きたいと思います。この旅の最初の方にタンペレに遊びに行って、そこのピューニッキ展望台のところにあるフィンランド一美味しいと呼ばれているムンキを食べに行ったんですけれども、それが本当に美味しくて、もう悔いなく、日本に戻るためにそれだけを食べに、タンペレに行くんですけど、今日はそのタンペレにムンキを食べに行きつつ、ムーミン美術館も寄って帰りたいと思います。タンペレのムーミン美術館は数年前に一度訪れたことがあるんですが、今年はムーミン80周年ということもあるし、もう一回ねゆっくりムーミン美術館内時間かけて見て回りたいなと思っているので、ムーミン美術館行ってムンキ食べて帰ってきます。で、今日のコーディネートは一昨日ぐらいから突然秋の気配を感じ始めて、風はねすごく冷たいんですね。日が出ると暑いんですけど、で今日は結構最高気温が25度ぐらいで、だいぶね低めなので、ちょっと厚手の T シャツ、これは一昨日ぐらいにマリメッコアウトレットで買ったウニッコワンポイントの T シャツですね。はい、このビッグ T に下はウニッコのデニム履いています。これにムーミン美術館に行くので、こちらムーミンのトートバッグ、これを持って出かけたいと思います。それでは忘れられない味、ムンキを食べにタンペレに行ってきます。レッツゴー。タンペレに着きました。ピューニッキ展望台の私が食べたいドーナツは、実は展望台に行かなくても駅近のマーケットホール内でも売られているということで、今日はねそちらに行こうと思うんですけど、今ちょうどお昼時でマーケットホールが混んでそうなので、先にムーミン美術館に行きたいと思います。ミュージアム内のレストランでランチビュッフェ食べることにしました。13ユーロぐらいで、メインはミートボール、あとはパスタとかサラダ、ヨーグルト、紅茶とコーヒーも飲み放題で、ムーミン美術館限定のマグで飲むことができます。あと他にスープとかパン、ご飯などもありました。いただきます。
ムーミン美術館2回目だったんですが、すごく良かったです。2時間ぐらいゆっくり見て回りました。ではこれからもう一度食べたい念願のムンキを食べにマーケットホールに行きたいと思います。オールドマーケットホールに来ました。昼過ぎだからか空いてます。ピュニッキ展望台で食べれるあのドーナツはどこにあるんでしょうか。探してみよう。ケーキ美味しそう。ドーナツ以外もパンが美味しそう。ついに念願のピュニッキのムンキアゲイン、こちらずっと食べたかった。なんか食べたすぎてちょっと血迷って小さいサイズを2個買ってしまって1個持ち帰り用にしたんだけど、大きいサイズをここで食べて小さいの持ち帰ればよかった。足りなかったらもう1個小さいの買ってここで2個食べて帰ろうと思います。こちらミニサイズは2ユーロ、大きいのは3ユーロです。あとコーラいただきます。うまっ、やっぱ美味しい。これを超えるドーナツもなんか出会えない気がする、人生で。それぐらい本当に好みの味です。おはようございます。今日は7月30日です。明日日本に帰るんですけど、明日はもうほとんどね帰るだけのスケジュールにしようと思っているので、今日が実質ヘルシンキ地歩きする最終日ということで、外に出ていきたいと思います。もう最後になっちゃった。なんか不思議な感じです。今日の服はこちらロンハーマンで買ったフレンチスリーブの T シャツとセオリーのデニム、そして、この旅で大活躍したヒンクヌンクのスウェードバッグです。このコーディネートで、出かけていきたいと思います。行ってきます。いやほんと5日前ぐらいから急になんか風が秋をね感じさせてくるんですよ。日差しは強いんだけど風が秋の風なの。なんかそれぐらい季節の移ろいを感じられるぐらいここにいたんだなって実感します。1ヶ月あっという間だったけどちゃんと一日一日過ごしてたんだなって感じられますね。気候で今が一番気持ちいいかも、風が冷たくて。ヘルシンキ大聖堂近くにあるエレファントに裁縫です。前回はケーキ食べたんですけど、今回はサーモンのクリームパスタを頼んでみました。ここで働いてる日本人の店員さんがこれがねすごく美味しいのでぜひ食べてくださいって教えてくれたので食べに行きました。なんか2週間か1週間に1回でパスタの種類が変わるそうです。いただきます。ファッサーニのアンティークショップに来ました。前回ソルナイネンで買ったお花柄のシュガーポットとミルクジャーに合うカップ&ソーサーを探して帰りたいと思います。この棚でなんとシュガーポット
とミルクジャーの同じ柄のティーポットを見つけました。あと1着だけだけどカップ&ソーサーも見つけた。これセットで買って帰りたいですね。であとこれはね違う柄なんだけど、こちらもアラビアですごく可愛くて買おうか迷ってます。状態も綺麗。K マーケットに来ました。お土産用とか自分用とかいろいろ買って帰りたいと思います。このねカルダモンパウダーもう1個買いたいんだよな。お土産であげてもいいし自分で使ってもいいよね。2つ買おう。2つ。このドライイーストパッケージは可愛いのでこれも買って帰ります。あとこのねマスタードがめっちゃ美味しくて滞在中全部使い切っちゃったから、このマイルドのやつお土産で買って帰りたいと思います。あとこのホルボーで買ったこのチョコめっちゃ美味しかったのでこちら1袋とこの有名なファッツェルのお菓子これも買います。ばらまき。あとキシリトールガムこれも買います。今フィンランドは午後3時です。今エスプラナーデ通りのところの公園で芝生の上に座ってまったりしています。夏のフィンランドほんとみんなこの芝生とかを見つけるとねすぐ座ってピクニックしたりとかしてて、それがねすごく気持ちよさそうで、私もこの1ヶ月間結構真似してこういう感じで芝生の上で座ってアイス食べたり、ぼーっとしたりたまには読書したりしながら過ごしていました。1ヶ月のねフィンランド一人旅をね振り返っておこうと思うんですけど、シンプルに楽しかったですね。すごく楽しくて毎日が小さな冒険と発見の連続で、一人旅だから寂しさを感じたりするのかなって思ったりしたんだけど、確かにここは誰かと来た方が楽しかったなとか、これは誰かと一緒に見たかったなとか食べたかったなとかそういうのはあるんだけど、でも逆に言うと一人だからこそ見れた景色とか一人だからこそ感じられたものとかがあったりして、本当に純粋に楽しい1ヶ月間でした。だからね結構楽しいことが多かったので、あんまりエモーショナルな気持ちになることはなく、毎日ワクワクして過ごせたんですけど、昨日ねタンペレのムーミン美術館に行って一人でゆっくり2時間ぐらいね展示見てきて、でそこでやっぱ思ったのは、そのムーミン美術館の中で展示されてるねドールハウスがあって、そのドールハウスを作るまでの過程、その時にトーベ・ヤンソンがどういうふうに考えてたのかっていうのが文章で残ってて、それを読んだ時に自分はこの先自分のこの手で何か作って生きていきたいんだなっていうのを気づきました。今こういう風にカメラ機材使って Vlog 撮ってそれをね作品にして残してるんだけど、それもね好きなんだけど、自分の子供の頃を振り返ると粘土細工でミニチュア作ったりとか、あとは絵本描いたりとか、そういう自分の手を動かすことをするのがね好きだったよなっていうのに気づいたんですよね、昨日で。そういうことをね
すぐにではなくても5年後10年後すごく長い目で見てやっていきたい、そういうことをしたいんだなっていうのを感じました。なのでそういうことをしていく人生を送るためにちゃんとお金を貯めたりとかしたいなと思って、明日からもねまた日本に帰ってからちゃんとお仕事頑張っていこうって、そういうやる気も出ました。ここ最近はね、なんか何のために自分仕事してるんだろうみたいな今やってることってどこまで続くんだろうみたいな、そういうことを考えてね、なんかちょっと辛くなったりしたこともあったんだけど、昨日のムーミン美術館での2時間を経て、私は何か自分の手で作ることをしたいから、そのために今頑張ろうって思えたので、とってもいい、時間だったなと思います。本当にこの1ヶ月一人でフィンランド中をね歩いてきて、たくさん日に焼けたりもしたけど、本当この夏のフィンランドをねもう思いっきり楽しめたかなと思います。美味しいもの食べたり、飲みの市行ったり、サーモンスープ作ってみたり、シナモンロールも作ってみたり、コテージに行ってみたり、サウナ入ってみたり、本当にいろんなことを何でもやってみようみたいな感じで一人でもね行動することができて、それが全ての私の思い出になって、この1ヶ月の旅って映像で通して皆さんにお見せすることはできるんだけど、本当に私のその映像以外の部分で私が目にしたもの、耳にしたものっていうのは自分だけの宝物として一生残っていくんだなって思います。要は来てよかったです。ここに来るために仕事頑張った自分を褒めてあげたいし、行ってきていいよって快く送り出してくれた彼にも感謝したいし、今こうやって動画見てくださっている皆さんにも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当になんか人生の思い出としてこの1ヶ月間は刻まれて、私の中で刻まれていくんだと思います。はい、本当に楽しかった。本当に楽しかった。ちょっと時間が止まってほしいぐらいすごくいい夏でした。この思い出を胸に日本に帰ってからも頑張ろうと思います。皆さん1ヶ月間最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。このねフィンランド1ヶ月の旅のジンをね作ってるところで、まだ執筆途中だからどんな仕上がりになるかわからないんだけど、フィンランドにこれから行きたいなと思ってる方も興味ない方も、一人旅してみたいなっていう方も、なんか手に取ってくれた皆さんが楽しんでもらえるようなそんなジンを作れたらなと思ってるので、ぜひ発売を楽しみにお待ちください。それでは帰りたいと思います。いや本当に1ヶ月間楽しかった。フィンランドで出会って私に優しくしてくれた皆さん本当にありがとうございました。最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。キートス。